舞踏会。芥川龍之介。1。明治19年11月3日の夜であった。当時17歳だったバツバツ家の令嬢明子は、頭のはげた父親と一緒に、今夜の舞踏会が催さるべき鹿鳴館の階段を登っていった。明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側には、ほとんど人工に近い大輪の菊の花が三重の間垣を作っていた。菊は一番奥のが薄紅、中ほどのが濃い黄色、一番前のが真っ白な花びらを房のごとく乱しているのであった。そうしてその菊の間垣の尽きるあたり、階段の上の舞踏室からは、もう陽気な管弦楽の音が、抑えがたい幸福の吐息のように、休みなく溢れてくるのであった。明子はつとに、フランス語と舞踏との教育を受けていた。が、正式の舞踏会に臨むのは、今夜がまだ生まれて初めてであった。だから彼女は、馬車の中でも、折々話しかける父親に上の空の返事ばかり与えていた。それほど彼女の胸の中には愉快なる不安とでも形容すべき一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった。彼女は馬車が鹿鳴館の前に止まるまで何度苛立たしい目を上げて窓の外に流れてゆく東京の街の乏しい灯火を見つめたことだか知れなかった。が、鹿鳴館の中へ入ると、間もなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇した。というのは、階段のちょうど中ほどまで来かかったとき、二人は一足先に上がっていく信濃大観に追いついた。すると大観は肥満した体を開いて、二人を先へ通らせながら、呆れたような視線を明子へ投げた。初々しいバラ色の舞踏服、品よく首へかけた水色のリボン、それから濃い髪に匂っているたった一輪のバラの花。実際その世の明子の姿は、この長い弁髪を垂れた信濃大観の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた若い塩ビ服の日本人も、途中で二人にすれ違いながら、反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を明子の後ろ姿に浴びせかけた。それからなぜか思いついたように、白いネクタイへ手をやってみて、また菊の中を忙しく玄関の方へ降りていった。二人が階段を登りきると、二階の舞踏室の入り口には、半白の頬ひげを蓄えた主人役の伯爵が、教官にいくつかの勲章を帯びて、ルイ15世式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に、応用に客を迎えていた。明子はこの伯爵でさえ、彼女の姿を見たときには、その老快らしい顔のどこかに、一瞬間、無邪気な驚嘆の色が去来したのを見逃さなかった。人のいい明子の父親は、嬉しそうな微笑を浮かべながら、伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した。彼女は周知と得意と変わる変わる味わった。が、そのいとまにも、健高な伯爵夫人の顔立ちに、一点、下品な気があるのを感づくだけの余裕があった。舞踏室の中にも至るところに、菊の花が美しく咲き乱れていた。そうしてまた至るところに、相手を待っている婦人たちのレースや花や象牙の扇が爽やかな香水の匂いの中に音のない波のごとく動いていた。明子はすぐに父親と別れて、そのきらびやかな婦人たちのある一団と一緒になった。それは皆、同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年配らしい少女であった。
彼らは彼女を迎えると、小鳥のようにさざめき立って、口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりした。が、彼女がその仲間へ入るや否や、見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄った。そうして両腕を垂れたまま、丁寧に日本風の会釈をした。明子はかすかながら血の色が頬に上がってくるのを意識した。しかし、その会釈が何を意味するかは問うまでもなく明らかだった。だから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく、隣に立っている水色の舞踏服の令状を振り返った。と同時に、意外にもそのフランスの海軍将校は、ちらりと頬に微笑の影を浮かべながら、異様な悪惨を帯びた日本語で、はっきりと彼女にこう言った。一緒に踊ってはくださいませんか。間もなく明子は、そのフランスの海軍将校と、美しく青きダニューブのバルスを踊っていた。相手の将校は、頬の日に焼けた、目鼻立ちの鮮やかな、濃い口ひげのある男であった。彼女はその相手の軍服の左の肩に、長い手袋をはめた手をあずくべく、あまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は、巧みに彼女をあしらって、軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に、愛想のいいフランス語のお世辞さえも囁いた。彼女はその優しい言葉に、恥ずかしそうな微笑を報いながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた。皇室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんの満幕や、爪を張った僧侶が身をうねらせているシナの国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人波の間にちらつかせていた。しかもその人波は、シャンパーニュのように湧き立ってくる、華々しいドイツ管弦楽の旋律の風に煽られて、しばらくも目まぐるしい動揺を止めなかった。明子はやはり踊っている友達の一人と目を合わすと、互いに愉快そうなうなずきを忙しい中に送り合った。が、その瞬間には、もう違った踊り手が、まるで大きな蛾が狂うように、どこからかそこへ現れていた。しかし明子は、その間にも、相手のフランスの海軍将校の目が、彼女の一挙一動に注意しているのを知っていた。それは全くこの日本に慣れない外国人が、いかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであった。こんな美しい令状も、やはり紙と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうか。そうして細い金属の箸で青い花の描いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか。彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐かしい微笑とともに往来するようであった。明子にはそれがおかしくもあれば、同時にまた誇らしくもあった。だから彼女の華奢なバラ色の踊り靴は、物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに、一層身軽く滑らかな床の上を滑ってゆくのであった。が、やがて相手の将校は、この子猫のような令状の疲れたらしいのに気がついたと見えて、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうか。の、メルシー。明子は息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。するとそのフランスの海軍将校は、まだバルスの歩みを続けながら、前後左右に動いているレースや花の波を塗って、壁際の花瓶の菊の方へ、悠々と彼女を連れて行った。そうして最後の一回転の後、そこにあった椅子の上へ鮮やかに彼女をかけさせると、
自分は一旦軍服の胸を張って、それからまた前のようにうやうやしく日本風の会釈をした。その後また、ポルカやマズユルカを踊ってから、アキコはこのフランスの海軍将校と腕を組んで、白と木と薄紅と三重の菊の間垣の間を開花の広い部屋へ降りていった。ここには塩ビ服や白い肩がしっきりなく巨来する中に、銀やガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓が、あるいは肉と小炉との山を盛り上げたり、あるいはサンドイッチとアイスクリームとの塔をそば立てたり、あるいはまたザクロとイチジクとの三角塔を築いたりしていた。ことに菊の花が埋め残した部屋の一方の壁上には、巧みな人工のブドウつるが青々と絡みついている美しい金色の格子があった。そうしてそのブドウの葉の間には、蜂の巣のようなブドウの房がるいるいと紫に下がっていた。アキコはその金色の格子の前に、頭のはげた彼女の父親が、同年配の紳士と並んで葉巻をくわえているのにあった。父親はアキコの姿を見ると、満足そうにちょいとうなずいたが、それぎり連れの方を向いて、また葉巻をくゆらせ始めた。フランスの海軍将校は、アキコと食卓の一つへ行って、一緒にアイスクリームのさじを取った。彼女はその間も相手の目が折々彼女の手や髪や水色のリボンをかけた首へ注がれているのに気がついた。それは無論彼女にとって不快なことでも何でもなかった。が、ある刹那には女らしい疑いもひらめかずにはいられなかった。そこで黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけたドイツ人らしい若い女が二人のそばを通ったとき、彼女はこの疑いをほのめかせるために、こういう簡単な言葉を発明した。西洋の女の方は本当にお美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと、思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。ことにあなたなぞは。そんなことはございませんわ。いえ、お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたら皆が驚くでしょう。ワットーの絵の中のお姫様のようですから。アキコはワットーを知らなかった。だから海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も、ほのぐらい森の噴水とすがれていくバラとの幻も、一瞬の後には名残なく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一倍感じの鋭い彼女は、アイスクリームのさじを動かしながら、わずかにもう一つ残っている話題にすがることを忘れなかった。私もパリの舞踏会へ参ってみとうございますわ。いえ、パリの舞踏会も全くこれと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓をめぐっている人並みと菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのさじを止めて、パリばかりではありません。舞踏会はどこでも同じことです。と、半ば独り言のように付け加えた。1時間の後、アキコとフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、舞踏室の外にある星月夜の露台に佇んでいた。欄干一つ隔てた露台の向こうには、広い庭園を埋めた針葉樹がひっそりと枝を交わし合って、その梢に点々とほおずき提灯の火を透かしていた。しかも冷ややかな空気の底には、下の庭園から上がってくる
苔の匂いや落ち葉の匂いがかすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようであった。が、すぐ後ろの舞踏室では、やはりレースや花の波が16菊を染め抜いた紫ちりめんの幕の下に休みない動揺を続けていた。そうしてまた、調子の高い管弦楽のつむじ風が相変わらずその人間の海の上へ容赦もなく鞭を加えていた。もちろん、この炉台の上からも絶えず賑やかな話し声や笑い声がやきをゆすっていた。まして暗い針葉樹の空に美しい花火が上がるときには、ほとんど人どよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に混じって立っていた明子も、そこにいた懇意の令嬢たちとは、さっきから気軽な雑談を交換していた。が、やがて気がついてみると、あのフランスの海軍将校は、明子に腕を貸したまま、庭園の上の星月夜へ黙念と目を注いでいた。彼女にはそれがなんとなく郷愁でも感じているように見えた。そこで明子は彼の顔をそっと下から覗き込んで、お国のことを思っていらっしゃるんでしょうと、半ば甘えるように尋ねてみた。すると海軍将校は相変わらず微笑を含んだ目で静かに明子の方へ振り返った。そうして、のんと答える代わりに子供のように首を振ってみせた。でも、何か考えていらっしゃるようでございますわ。なんだか当ててごらんなさい。その時炉台に集っていた人々の間には、またひとしきり風のようなざわめく音が起こり出した。明子と海軍将校とは言い合わせたように話をやめて、庭園の針葉樹を圧している夜空の方へ目をやった。そこにはちょうど赤と青との花火が雲手に闇を弾きながらまさに消えようとするところであった。明子にはなぜかその花火が大悲しい気を起こさせるほど、それほど美しく思われた。私は花火のことを考えていたんです。我々の V のような花火のこと。しばらくしてフランスの海軍将校は、優しく明子の顔を見下ろしながら、教えるような調子でこう言った。2大正7年の秋であった。当年の明子は鎌倉の別荘へ赴く途中、一面識のある青年の小説家と偶然汽車の中で一緒になった。青年はその時網棚の上に鎌倉の知人へ送るべき菊の花束を乗せておいた。すると当年の明子、今の H 老婦人は菊の花を見るたびに思い出す話があると言って、詳しく彼に鹿鳴館の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口からこういう思い出を聞くことに多大の興味を感じずにはいられなかった。その話が終わったとき、青年は H 老婦人に何気なくこういう質問をした。奥様はそのフランスの海軍将校の名をご存知ではございませんか？すると H 老婦人は思いがけない返事をした。存じておりますとも。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございました。では、ロティだったのでございますね。あのお菊夫人を描いたピエール・ロティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じた。が、H 老婦人は不思議そうに青年の顔を見ながら何度もこうつぶやくばかりであった。いいえ、ロティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。